こんにちは、アマークの奥佐直子です。今日はですね、大人の垢抜けアレンジヘアスタイルというところで、私も3年以上通っているボーイアティック代官山の店長でいらっしゃるミサイさんをゲストにお呼びしまして、いろいろご指南いただきながら、ヘアアレンジをご紹介していきたいなと思います。ミサイさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ウェブの方では、6名の方にご登場いただいて、ミサイさんがカットをしてる方たちですよね。はい、そうです。普段からね、でほらボーイアティック代官山に来られない方もいらっしゃるし、いろんな髪の悩みをお持ちの方が全国津々浦々にいらっしゃるので、こういった感じでオーダーすれば、理想の髪型、こんな感じにしてみたいってものに近づきますよっていう、レシピみたいなもんですかね。そうですね。ありがとうございます。ウェブの方にご登場いただいている3名の方、この長さとかスタイルの違う3名の方たちのヘアアレンジを番外編として動画でもお見せしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。またの名をね、ペンダンスの竹内涼真話題のバームをしっかりつけてもらって少し上を向きます。ちょっと泡上げてもらっていいですか。鉢が張ってる部分はしっかりタイトにして、で後ろの部分は表面をこう撫でるぐらい。ベースのヘアセットなんですけど、まずは頭皮全体を、スキャルプローションで少し濡らしました、っていうのは寝て起きた状態で寝癖もありますし、もちろん寝汗もあるし、左右の癖もいろいろあったりとかして、それ一旦リセットするために根元から濡らす。結構つけるよね。結構つけました。そうね。はい。あとはもちろんお水ない方はお水でもよくって、やっぱり一旦ヘアを朝の時にリセットしてあげることで、スタイルに導きやすくなるので、結構毛先だけを濡らす方が多いんですけど、特にショートボブ短めの方は根元からしっかり濡らしてあげて、濡らしたらドライヤーする前に洗い流さないトリートメント、今日はミルクタイプのを使いましたけども、それを毛先中間から毛先全体につけて、コムやブラシを使ってよくなじませた後にドライヤーです。ドライヤーを前に向かってね、結構新鮮。そうなんです。なぜかっていうと、やっぱり顔ってこういう風に丸いじゃないですか。で誰しもがちょっと顔小さく見せたいなっていう気持ちがあると思うので、まずは一旦髪の毛を前に全部前に向かってドライヤーすることで、顔に覆うように髪の毛をまずして、その後にこう例えば耳にかけるでも上に上げるでもしていただくと、毛がこう動き出すんですよね。本当そうね。そうでドライヤーで形をなんとなくつけたら、あとは最後、オイルなんですけど、オイルも同じように手のひらにつけてもらったら、量はだいたい奥佐さんの毛の量だと500円玉弱ぐらいですかね。みんな100円ぐらいだよね。そうなんです。少ないよね。そうなんです。であとはたくさん一気につけ慣れてない方は少しずつつけるのももちろん大丈夫なんですけど、で手のひらによく伸ばし、指の間も伸ばしたりとかして、結構しっかり手のひらに伸ばした後に、手を全体がブラシとかコームになるようにこうつけていただく。でその後手のひらにやっぱりうっすらオイル分が若干このシワの方にも入ってたりとかするので、そこから中の方にこう入れていく。あとはトップのを上に上げて、こうか。そうですね。なるほど。そうやっぱりこうツヤを出したい、でもペタッとさせたくないじゃないですか。でもこうやってるとやっぱずっとペタッとしちゃうので、上に上げるような感じで中間から毛先。なるほどね。わかりやすい。表面この横のあたりもなんていうんですか、放射状にオイルをつけていただくと、こういうことね。そうです。そこから少しずつ形を整えると、手ぐしで中にオイル分が入ってる分、手ぐしで簡単にスタイルが決まるようになるので、最初は思いっきりつけて、そこから手で自分の好きな形に調整していくって感じですかね。はい、わかりやすいです。はいミサイさん、今ちょっと一つ結びを軽くするには若干足りないじゃ足りないじゃないですか。そうですね、長さが。だけどなんかこのダウンスタイルもいいんだけど、少しなんかこう横側をすっきりさせたいとか、あとこの髪の毛のこのいわゆる黒、この髪の分量をちょっと減らして全身のカラーバランスを少し軽やかにしたいみたいな。
なんかそんな時ってなんかアレンジありますかね？そうですね。ちょっと襟足を残した襟足のボブラインを残したハーフアップとかどうですかね？なんかさ、ハーフアップってさ、こうなんていうのかしら、大人の女性がやってもいいの？難しいですよね。そうわかる。いいのかな。その辺を大人の女性でも大丈夫なように、ちょっとアレンジさせていただいてもいいですか？お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最初ちょっとまとめるので、少しバームをつけていきます。これはモイっていうブランドのバームなんですけど、量としては爪ぐらいか。爪ぐらいですね。そう、米3つ、米3粒4粒。例えが古いな。爪ぐらいでいきましょう。爪ぐらいでいきましょう。はい。で、手のひらによく伸ばしてもらったら、今日一番すっきり見せたいところを先に触っていきます。なるほど。はい。なのでボリューム髪の毛の分量を減らしたいっていう感じだと思うので、正面から見るときで多分この辺ですよね。あ、そうですね。そうなのでこのもみあげの方から。あ、なるほど。はい。この鏡を見ながら自分がどこを減らしたいのかなっていうのを見ながらつけていただくといいかなと思います。で、ハーフアップのポイントは上げすぎない大人なので、やっぱり基準はだいたい耳の位置ぐらいですよね。耳の位置ぐらいね。はい。で、結んだ時にここの分け目が見えないぐらいのイメージがいいと思います。白く見えたら嫌だよね。そうなんです。で、もし見えそうな時の裏技は、一回この下の毛を下ろしちゃいます。こうやって。中の方の下の毛。で、ここから持っていく。なるほど。あとはここをまっすぐ取りすぎないのも大事で、中の方をこうやってギザギザギザっとやって下ろしちゃう。そうするともし根元が見えそうってなった時も視覚効果でそんなにバレないので、なるほどね。はい。あとは横の毛、奥さんの場合は結構レイヤーが入っているので、結構ポロポロ落ちちゃうと思うんですよ。この辺は無理せずに残しとく。で、下ろして耳にかけさえすれば結構すっきり見えるので、この辺は頑張らずにいきましょう。あとはこの生え際の部分、やっぱりここが少し気になると思うので、ここはガバッとでなくていいです。こうやって指でつまむようにして生え際をぼかしていくといいかなと。ちょっと落ちてるだけで違うんだね。そうなんです。で、この毛が長すぎる場合はこういう風にしたいからこれを顔ぐらいに頬ぐらいにしたいとか、あとはもしくは顎ぐらいですね。この辺の幅がいいと思うんですけど、カットしてもらう時にそういう風にオーダーするのもありだと思います。あとはもう一度後ろをキュッと。で、その時にトップは触らずにサイドだけで大丈夫です。サイドを押さえればいいのね。そう、サイドを押さえるだけです。やっぱりトップを押さえちゃうと少しペタンとした印象になってしまって、それが大人見えしない原因にもなったりとかするので、サイドをキュッと締めます。締めて結んでいきますね。で、毛先なんですけど、もちろんストレートの方は軽く巻いてからやっていただいた方が楽ちんかなと思うんです。こっちの毛先？この結んだ方の毛先。結んだ方の毛先です。で、下の方の毛先は結んだ後にアイロンする場合が一番楽だと思うんですけど、奥さんの場合は癖がすごい可愛いのでそのままいこうかと思います。で、こっちの方の結ぶ方の毛先は先にストレートの方は軽くワンカールとかしといた方がいいと思いますけど、今は結構毛先をちょっと出すのが流行ってて。いいですか、触って。触ってください。こうやってお団子にして。お団子にして。ここね。はい。この辺はちょっと出してもいいかなと思います。なるほどね。いいね。そうで、毛先の方はちょっとここにバームをつける。そこにもね、忘れず。確かにそこがさパサパサしてるとなんかもうやっつけでやりましたみたいな感じで見えちゃうもんね。そうなんです。顔周りの毛は鏡を見ながら、あとは手に残ったバームでちょっと引っ張ります。ちょっと引っ張りながらツヤを与えていきます。っていうのは毛先のポソポソしちゃうとそれがやっぱりちょっと見え方がもわもわするっていうかね。そうですね。なのでちょっとこのしごくような感じで毛先をちょっと触っていただく。で、あとはちねると少し毛がニュアンスが出てきていいのかなっていうふうに思います。これはさ、手をかけたナチュラルですよ。いわゆる。そうですね。はい、完成しました。わーい、なんか頭がさちっちゃくすっきり見えるし、あとこうなんか顔周りの動きが出て、なんか本当に作り込んだナチュラルって感じ。またの名をね、テンダンスの竹内涼真ヘア。話題の。
こういう感じなのよ。竹内さんすごい素敵なんですよ。なんかいいですね、ちょっとこうなんていうのかしら、動きもあるし、無造作感もあるし、でキュッてコンパクト感もあるし、あと今っぽさみたいなのもあるし、わあこれ大人のハーフアップですね。そうですね。あとは結構皆さんこうキュッて出すとここがちょっと気になっちゃうわって方もちょろちょろいらっしゃって、なんかすっきりさせたいんだけど全部結びすぎちゃうとなんかここに少し欲しい、ここに首のところに少し欲しいって方も結構いらっしゃって、そういう方にはやっぱりハーフアップをおすすめすると、ここにちょっと輪郭というか毛がついてくるとすっきり感ありながら少しカモフラージュとかニュアンス違いみたいな感じでできるので、ちょっとハーフアップも一つアイデアに入れといていただけると少しヘアアレンジの幅が広がるかなっていうふうに思います。いいですね、なんかちょっとミディアムゲージとかミドルゲージとか、あとローゲージとか、そんなニットだったりとか、夏だったら本当にこうすっきり肌見せの黒いワンピースとかにもなんかちょっとこの動きのある感じがいいかなと思います。はい、気に入った。ありがとうございます。ベルウェイバイヤーの竹美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段のヘアセットなんですけど、パーマがかかっているので、パーマするとどうしてもちょっと毛が乾燥しがちなんですね。なので、トリートメントムースをつけてもらって、まずは髪の毛に水分と油分を与えます。そうするとカールがきれいに出てくるので、きれいに出てくるまでムースをつけながら揉み込んでいただいて、で最後にその入れた水分と油分が蒸発しないように上からオイルを、数プッシュつけていただいて、それもしっかり揉み込んでスタイリングは完成です。竹見さん、いつもファッションに合わせてでも大体結んでることがそうですね、多いんですよね。一つ結びで。そうで、いつも竹見さんからご相談いただくのが、ニュアンス一つ結びが結んじゃったみたいな感じでちょっとニュアンスが出せないっていうことだったので、今日はニュアンスが出る結び方をちょっとお伝えしてみようかなと思います。じゃあ今ベースのセットがしてある状態で、パーマが出るように、オイルとかがついてます。で、髪の毛を結ぶ時はツヤが出ないと結ぶ時に決まりづらいので、今日はバームを使っていきます。竹見さんは髪の毛の量が比較的多め、でニュアンスを出すために短めの毛も結構間に入ってて毛量調整もしているので、それをまとめるために少し固めのテクスチャーのものを選んでます。で、バームの量は小豆2粒ぐらいで、つけた後に足りないなと思ったらそこから少しずつ足していくのがいいかなと思います。で、バームを手につけたらよく手のひらで伸ばしていただいて、結構しっかりめに指の間まで入れ込みます。手に取った時が一番バームの量が多い状態なので、まず一番ツヤっぽく見せたいところから出るのがポイントで、まとめ髪の場合はもみあげ、耳周り、襟足です。でも普段はトップからやっちゃうかも。つけるときにこうやってガッてやっちゃうってことですね。そうだから顔周りから、やっぱりここを押さえたいから、最初にここからつけちゃうんですけど、顔周りなんだなっていうのがちょっとびっくり。もみあげかな。で、表面の方はもしパサついてたら手に残ったものか新たに少しだけ本当に足すときは米粒ぐらいのイメージですね。米粒ぐらいのイメージで大丈夫です。少しずつ足すのがポイントで、つけすぎちゃうと結構その髪の毛洗ってないベタっとした印象になったりとかするので、その都度少しずつ足す時も手のひらによく伸ばして、この手のひらについてるものをしっかり髪の毛と仲良くする感じで揉み込みながらつけていきますね。で、表面の方はちょっと上に引っ張ります。なんで上に引っ張るかっていうと、ペタッとした印象にしたくないので、ここで一回根元を立ち上げておくと結んだ時にニュアンス出しやすいです。結んでいきますけど、竹見さんの場合は、小顔に見せたいので、結構この顔周りの毛を遅れ毛というかこのサイドの毛を下ろすように作ってます。なので軽くバムでつけた後に軽く持ちます。そこから鏡を見ながら少し落とす毛を決めます。下ろす時のポイントはだいたいこのこめかみの上ぐらいの方から下ろす感じですね。で、この耳の横の部分はすっきりさせたいけど、もみあげはちょっと出す。で、上の方から少し
毛を下ろしていきます。で表面が短くなるようにレイヤーを入れてるので、ここの横からこういう風に出すというよりかは、結んだ後にちょっと表面から少し出す感じの方が、ここのサイドはぴったりとしていてトップはふんわりっていうバランスが作りやすいかなっていう風に思います。横からこうそうここから出すんじゃなくて、やっぱり鉢この辺はすっきりさせたいので、このサイドの部分はピシッとしたい、だけどふんわりさせたいので、この上の方から軽くこう出していくっていう感じでしょうか。それは知らなかった。こんな感じで出す位置を決めたら、結びますね。で結ぶ時の位置なんですけど、位置どの辺になりますか？いつも武美さんって結んでる時なんか気にしてますか？いやそうですよね、はい、結構私としてはやっぱり上に行けば行くほどカジュアルになるし、あとはお洋服とのバランスもあって、例えば後ろが結構空いてる場合とかだったら下にこういう風にキュッと結ぶのも可愛いかなと思うし、今回の場合はシャツの襟があるので少しここのシャツに当たる部分はすっきり見せたいので、ここはキュッと上げていきます。でここがちょっとダブついちゃうとか襟足が長くてちょっとパタパタしちゃうみたいな人はバームをしっかりつけてもらって少し上を向きます。ちょっと泡上げてもらっていいですか？はい、この状態で結びます。そうすると一番下のここの毛がピシッといくんですよね。ちょっと結んでみます。で、結んだ後にここのサイドの方をキュッと縛ります。こうとかじゃなくて横にキュッと縛る。そうするとここが締まりますね。締まってるの感じますか？で顎を戻すとここがピンと張ってるの分かりますかね？分かります、ね、そうすると襟足がダブつかずにすっきりと見せれるかなと思います。私下向いて結んでたかも。下向いてこういう風にやって、そうするとねダボダボしちゃうんです、だからダボつくんだ。そうなんです。すごい。でもそれだけで全然違う。そうですね、で最後に少しだけもう一回米粒ぐらい今度はバームを取るんですけど、今度は指先ですねの方に少しだけ取ってもらって微調整をします。顔周りの横の毛、あとはこういうもみあげの毛とかはやっぱりこう束感とかツヤっと感が欲しいのでバームをこうつけながらちょっと引っ張ります。でそうするとここって皆さん癖があったりとか、あとはチリチリしちゃうみたいな方も多いんですけど、バームをつけてちょっとこうやって引っ張ることで少しツヤ感とまとまりが出ます。で前髪に関してはつけすぎちゃうと変に割れたりとかするので、前髪につけるのは本当に最後ですね。パサつくところをバームで触りながら毛を持ちながらちょっと指をねじると今ここにキュッとカールが出るんですけど、束感が出ながら動きが出せる動きなんですよね。こういう動きが私は結構その小顔を狙いたいので少し内に向かせるのが好きです。小顔は内側。そう、小顔は内側。今日はちょっと内側にするといいかなと思います。で最後に前髪のあたりは手に残った本当にあるかないかわからないけど若干手に残ってる油分ぐらいで大丈夫です。で少しつまみながら触る感じにするとベタっとしすぎずにちゃんとつくかなと思います。はい、完成しました。すごい、全然違う。いつもの私と結び位置ですかね。あとやっぱりこのもみあげ、ね、これだけで全然すごい可愛い。いい感じ。今回カットでちょっと横向いていただいて、もみあげを短めに元から切ってあって、結んだ時にこのもみあげが可愛く出るようにっていうのを設計しています。カットで。そうなんかね、あれなんですよ、勝手に決まってくれるこのもみあげ、ね、出そうってあんまり思わなくてもピョって出てきますよね。ちょっと短いから。でもちょっとさっきのアレンジ聞いてたら、横から一生懸命引っ張ってたんで違うんだなって思った。ね、もみあげと上からがいいかなと思います。こんにちは、飯田美奈です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前
前髪切ってからどうですか？前髪を切ってからちょっと自分の表情が変わって見えるので新鮮です、すごく。じゃあちょっとドライヤーとかして、やっぱりでもうねりはあるので、ドライヤーで引っ張ってなんかうまいこと方向がつかない時はアイロンを通してで流れを作ってっていうふうにはしています。今回は癖を生かしたスタイリングしたんですが、これをちょっと雰囲気変えて少しすっきりした感じのヘアアレンジ、ストレートアイロンを使ってちょっと癖を収めながらタイトにしていきたいと思います。でまずはセンター分けにしたいので、一度毛を手ぐしとかでもいいので後ろになじませながら自然に分かれるセンターのところで分けていきますね。アイロンを、表面を中心にアイロンしていきます。内側の方はあんまりまずそんなに癖がないのと、最終的に耳にかけちゃおうかなと思っていて、このぐらいの癖だったら後からつけるバームで収まりそうなので、ちょっと癖とかあと前髪の毛流れとかが割とたくさんある表面の方だけストレートアイロンしていきたいと思います。で前髪のあたりは少し細かめに前髪のところだけ取って、温度は髪の質にもよるんですけど、いつもそうですね、160でやってます。いつも160、結構ご自身でアイロンされる時は、結構早いですか？スッスッスッって感じ。スッとなんか、何回もやらないことは心がけて。素晴らしいですね、いいですね。そうですね、なんかアイロンをゆっくりしか動かせない人は140度ぐらいでいいと思います。でも140だと癖が治らないですよね。で素早く動かせる人はやっぱり160度ぐらいで、おっしゃるように何回もやらない、でさっと櫛を使いながらさっと通す、で髪の毛傷みにくいですね。同じように反対側もやっていきます。そう癖毛の方は本当に温度低いとやっぱり伸びないんですよね。なので髪の毛のトリートメント熱処理、熱に強いトリートメント剤をつけてもらって、高い温度でさっと伸ばしたり、もしくはドライヤーする時に少しもう伸ばし気味にドライヤーをしていただくと、アイロンに強く負荷かけずにできるのかなっていう感じがします。そうですね。いつもドライヤーは癖の方向の逆からこう行ったり、行ったりとかいうことはやってますけど、もう扱いに慣れてらっしゃる。で全体表面をストレートにしたら、バームを使ってちょっとタイトに仕上げていきます。バームはそうですね、どのぐらいかな、パール粒、小さいパール粒ぐらい。ちょっと使ってました。でもね、また微調整します。最初はパール粒1個ぐらいから始めてもいいかなと思います。で手に取ってよく伸ばしたら、一番膨らむのってどこですか？ここですね。そうですよね、やっぱり鉢のあたりですよね。なのでもみあげあたりから入って鉢のところで、ここの鉢のところは、この鉢中から手を入れてもらって、このファサファサファサっと何ですか、根元付近ですかね、のこの一番広がるところの根元付近をさわさわ触ります。でその後に毛先の方につけていくんですけど、この後ろ側は根元の方はつけなくて大丈夫です。つけるとしたらこの毛足がある毛先の部分につける。ただなんか私ちょっと、あれなんですけど、このアホ毛っていうんですか、アホ毛がすごい多いんですね。なので表面にバリャッとこうつけてしまってたんですけど、それはこれからです。わかりました。っていうのは今回その癖がある状態からタイトにまとめたいので、タイトにするときに内側にバームがついてないとタイトにならないんですよね。内側につけた後にコームをつけながら、コームと手で一緒に押さえつけます。でこの時に手にまだ若干バームが残ってるので、その残ったバームで上から押さえる感じにするとアホ毛は取れます。で最初から内側、最初から表面にやっちゃうと表面だけがベタっとして
癖毛の人って中からモリモリモリって確かにそうですね。はい。癖が浮いてくる感じあるじゃないですか。ここからこう膨らんできます。そうそうそう。はい、なので膨らみやすい内側にもバームを仕込んで、で上から押さえつけることで中で接着剤の役割をしてくれるんですよね、バームが。なのでそうするとピタッと収まりやすくなります。で表面だけアイロンしてあって中の方はアイロンしてないので、そうするとこういうふうに首に沿ってここは癖を生かしつつ、周り暴れてる表面の方だけツヤを出すという感じです。正面見ていただいて、であとは少しずつまたこれはもう次は米1粒分ぐらいずつ手に取ってもらって、よりタイトにまとめたいところを少しずつバームをつけていきますね。で後ろのこの後頭部のあたりはやっぱり鉢が膨らんだりするのがすごい嫌だっていう方は、後ろは潰しすぎない方がいいです。やっぱり視覚の効果でこの鉢周りをしっかりタイトにして、で後ろもタイトにしてしまうと、ほとんどの日本人って鉢が張ってて後ろが絶壁なんですけど、どっちもペタッとしてしまうと元々の頭の形がすごい強調されちゃうんですよね。なのでここのコントラストをしっかりつける、横の部分鉢が張ってる部分はしっかりタイトにして、で後ろの部分は、表面をこう撫でるぐらいで、あんまりギュウギュウ押さえなくていいです。でショートなのでこの襟足のこの後頭部の丸みの部分をしっかり上からこうやって押さえると、後ろはふんわりで横はピタッときて、頭の形がこうよく見える。収まりましたね。収まりましたよね。はい、じゃあストレートスタイル完成しました。ありがとうございます。自分的にはすごい落ち着くスタイルで、最近やっぱり前髪を作ったばっかりだったので、前髪がうまくいかないなっていう時は多分ここにこう逃げてくるかなっていう感じはしますが、やはりそのバームの使い方が今日ちょっと初めて知ったので、段階をちゃんと踏んでつけていくとこう収まりが良くなるな。やっぱりちゃんと段階を踏んでないとここがこう上がってくるんです。そうね、時間経つと上がってきますよね。三角になっていくので、だからここにしっかりつけるっていうのは今日よくわかりました。なんか洋服も違って見えるし、そうですね。あとイヤリングがすごい映えますよね。こういうスタイルにすると。はい、そうですね。大きいイヤリングが入るかなと思って素敵でありがとうございます。みさえさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかった。なんか大人の髪がますます楽しくなるなっていうアレンジ方法だったんで、3名の方のね、ご自身の例えば髪の長さとかイメージでぜひまねっこから入っていただけるといいのかなと思いましたが、感想一言いただいてもよろしいでしょうか。本当に私も奥さんの紹介でいろんな方が来てくださっていて、自分の髪の毛を好きになるっていうことがすっごい大事なテーマだなと思ってて、いろんなカットの仕方ももちろんそうですし、オーダーの仕方、あとはこうやってヘアアレンジを通して自分の髪の毛をよく知って向き合って楽しく自分の髪型と人生を過ごしていただける方が増えたらいいなって思ってます。いや善ですよ、もうこれ髪の善本当に。みさえさんってまだ予約は普通にお店から取れるんですか。はい、平日のみ新規の方を受け付けております。だそうなので、ボーイアティック代官山の方にお問い合わせいただけたらと思います。今日お送りしたこのコンテンツ面白かったと思われる方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録まだの方、そこの皆様ぜひ今すぐしていただけると見逃さずに済みますのでお願いいたします。で最後になりますが、ウェブの方でもまたオーダーシートの方もねご紹介してますので、そちらもぜひぜひご覧ください。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。また引き続きこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。